こんばんは、ゆうかです。すごく寒そうに見えますが、撮影しているのがだいぶ前の9月になります。今はモコモコの服を着て編集しています。さて、今回作っていくのはこちら。じゃーん。もうできとるやないかいって感じかもしれませんが、今日はこちらのハイブレードジムモロッコ仕様をウェザリングして仕上げていこうと思います。以前ウェザリングしたドアンザクみたいにかっこよく仕上げたいなと思っているので、どんな感じに仕上がるのか最後までぜひ見ていただけたら嬉しいです。それでは本編をご覧ください。この動画の撮影の前に部分塗装をしてあります。と言ってもそんなに塗る箇所はありませんでした。ゴーグルの下の部分はシルバーで塗るとかっこいいよってコメントをいただいてたので、シルバーで塗ってみました。それではまずはウォッシングから。今回もウェザリングカラーを使っていくんですけれども、こちらのジム少しボディがグレーがかっているので、グラウンドブラウンとマルチブラックを混ぜてウォッシングしてみようかなと思います。出しすぎてる。専用薄め液を適量入れて薄めます。いい具合の濃さになったら全体にランダムに適当に塗っていきます。色がついてちょっとドキドキしちゃうんですけど、ここは思い切りが大事だなと個人的に思っています。関節はやりすぎるとエナメル塗料がプラモに良くないそうなので、気になる方はあまり塗りすぎないようにした方がいいかもしれません。私はお構いなしに塗っていく。このぐらいじゃ割れたりはないはず。怖くなんてないさ、失敗なんて嘘さ、塗りすぎても後で拭き取ればいいんだもん。だけどちょっとだけどちょっとだけどちょっと怖いな。失敗なんてないさ、やりすぎなんてないさ。ご機嫌で歌なんて歌ってますが、これがフラグになるとはこの時の私は思いもしなかったのでした。ウォッシングが終わってだいたいこんな感じです。ここから専用薄め液を使って今塗ったものを少し落としていきます。赤みたいな濃い色の気体はまだウェザリング失敗してもごまかしができますけど、こういう白い気体は難しいんだよな、私にとって。ウォッシングをどの程度落とすかが結構大事なんだなって編集してる今なら思います。白っぽい気体をウェザリングするとき、皆さんならどういったところに注意しますか？ぜひコメント欄で教えてください。こんなもんか。適度な諦めも大事ですよね。ウォッシングするときはなるべく上から下に筆を動かすようにしています。フルウォッチのバンドがつけっぱなしなの忘れてた。落ちるかな。この後専用薄め液で拭いたら綺麗に落とせましたが、外してから作業することをおすすめします。ウォッシング完了しました。しっかり乾燥させたいので、この状態で1日置きます。はい、しっかり乾きました。ここからあまりやりすぎない程度にサビを足していきたいなと思います。全体の様子を見ながら塗装したいので、組んだ状態で塗っていきます。塗料はウェザリングカラーのステインブラウンを使っています。ウォッシングが濃く残っているところは重点的に汚してみました。ちょこちょこ汚してこんな感じになりました。パッと見あんまり変わらないですね。近くで見るとこんな感じ。この工程はまずいい感じにできたんじゃないかなと思います。ここからタミヤのウェザリングマスターでちょっと塗ってみようかなと思います。まずは黒いススの色から。ポンと乗せただけで結構つく。そう。ごはんちゃんのウェザリングより前に撮影してるので、久しぶりのウェザリングマスターの使用感に驚いています。個人的にはウェザリングカラーより扱いが難しいです。全体的にウェザリングカラーをのせてみたんですけど、のせすぎましたね。足は汚れる箇所なので、濃いめなのはご愛嬌ということにいたしましょう。上半身はここまでやりすぎないように一応注意してのせてみました。現段階でちょっと汚しすぎてる気がしますが、最後に水性ホビーカラーの焼き鉄色でドライブラシやらチッピングやらしようと思います。でもいい感じ。つきすぎた。爪楊枝も使ってみましょう。なんかなまってない？爪楊枝
そんなことはどうでもいいんです。爪楊枝に適量をつけてコロコロと転がしてランダムにつくようにしてみました。シールド以外にも同様の工程を行いました。ドライブラシはまだ慣れてないので、塗料をつける加減やどこにつけたらいいのかが難しいです。こうしたらいいよってアドバイスがあったらぜひコメント欄で教えてください。作業すること40分。よし、これでいっか。はい、ウェザリングの完成です。全体像こんな感じに仕上がりました。いつものカメラではなく iPhone で撮影しているのでコントラストが強く見えるかもしれません。塗装前よりは立体感が出たと思います。比較するとこんな感じ。スタイルがいいので部分塗装とデカールを貼るだけでも一気にかっこよくなります。近くで見るとこんな感じ。シールドはいい感じにできたと思うのですが、全体的にトーンダウンしすぎた気がします。最初のワッシングでもっと拭き取っておけばよかったですね。ゴーグル部分は中のウェザリングを見せたかったのでクリアパーツは何もなりませんでした。どうでしょうか。何か手を加えた方が良かったかな。素焼けストップコートを吹いたはずなのに半光沢みたいに仕上がってなんだか不思議だけど、これくらいの光沢もかっこいいかなと思ってそのままにしています。思っていたより濃いめに仕上がってしまったのは少し残念ですが、初心者にしてはまずまずでしょうか。スレッカー登場機の方も買ってあるので、そちらのウェザリングの時に今回の反省を生かしたいです。ということで今回は以前作ったジムモロッコ仕様をウェザリングして仕上げてみました。汚しすぎないようにって思いながらやったんですけど、加減が難しいし正解がないしでウェザリング難しいですね。でもすごい楽しいので、まだウェザリングしたことないよって方は私の動画参考になるかどうかわかんないんですけれども、是非挑戦してみてほしいなと思います。今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。またウェザリング見たいなって思ってくださる方は是非チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップも開設しておりますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本編にご飯タイムなかったんですけれども、クシャトリア撮影後に食べたものを紹介したくておまけに入れます。カップヌードルタンタンです。いただきます。ほんのちょっとだけフォアジャオがいる気がします。辛さはほぼないですね。なるほどね。私の思ってた担々な感じはあんまりないかな。もうちょっとこう練りごま感が欲しかったです。にしてもカップヌードルはどの商品も全部美味しい。ほんと美味しい。そして安い。最高。すぐできる。案件お待ちしています。